こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は IKEA のアイテムを使った収納アイデアについてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは IKEA の定番収納ボックスバリエラです。サイズは小さいサイズ、大きいサイズの2種類あります。しっかりした厚みと光沢感があり、高級感のあるこちらのボックス。大きいサイズは小さいサイズ約2個分の大きさです。小さいサイズの方はホワイト以外にいろいろなカラーも展開しています。まずは小さいサイズをキッチンの吊り戸棚収納に使っているところです。吊り戸棚に並ぶととてもすっきりして見えます。お弁当グッズの収納や調味料のストックの収納などに活躍します。続いては細々した文具を収納したところです。リビングの引き出しなどの仕切りとして使うのにも便利です。続いてこちらは大きいサイズにバスタオルを収納したところです。バスタオルが4枚ほどぴったり収納できました。こちらはワゴンにお出かけ用の小物を収納したところです。鍵やパスケースなどの小物をまとめておくと忘れ物もしづらく便利です。こちらは工具を収納しているところです。よく使う道具は小さいボックスに、かさばるパーツなどは大きいボックスに入れて重ねると出しやすく収納できます。続いてこちらも人気商品のロースコグというワゴンです。キャスター付きで動かしやすいこちらのワゴン、側面にはマグネットも取り付けられます。カラー展開も豊富で、一回り小さいサイズのロースフルトというシリーズもあります。また別売りのボードを組み合わせるとテーブル代わりにも使えます。先ほどご紹介したバリエラのボックスと組み合わせても便利です。こちらはリモートワーク用などに仕事道具を収納したところです。一番上の段にはスタンドにノートパソコンを立てて収納したり、ファイルボックスを載せて書類などを収納しています。側面にちょっとした仕事用のメモをマグネットで貼り付けても便利。下2段にはケーブルやガジェット類、仕事用のバッグなどを収納するのもおすすめです。続いてはキッチンでよく使う食材や飲み物を収納しているところです。上段にはコーヒーなどの飲み物をすぐ出せるように収納。真ん中の段にはフルーツやお菓子を収納しました。そして一番下の段は紙袋で仕切って根菜類を収納しています。こちらは床置きしがちなバッグの収納に使っているところです。フックを組み合わせれば買い物した袋を一時掛けすることもできます。こちらはソファー周りで使用しているところです。一番上の段に別売りのボードを載せればサイドテーブルの代わりとして使うこともできます。ボードの下にはリモコンや爪切り、ハサミなどのよく使う小物を収納しています。他にも読みかけの雑誌や新聞を収納したり、膝掛けなどを置いたりするのに使っても便利です。こちらは洗面所の収納に使っているところです。洗濯グッズなどをまとめておくとすぐに使えて便利です。さらに子どもの学用品収納にも活躍します。ランドセルがちょうどぴったり収まる大きさのこちらのワゴン、マスクやティッシュなどの小物を収納したり、上着を置くスペースを作ればちょい置きも減らしやすくなります。置き場所に困りがちな塾や習い事のバッグを入れるのにもおすすめです。続いてはこちらのリーサトルプというバスケットです。コロンとした四角い形が可愛いこちらのバスケット、持ち手が木製になっているのもおしゃれです。カゴの部分のメッシュも細かめなので中のものも落ちづらいのが便利。ホワイト以外のカラーも展開しています。まずは根菜類の収納に使っているところです。
意外とたくさんの野菜を収納することができました。食器棚に置いておいても見た目がおしゃれなので生活感を隠せます。こちらは食卓セットの収納に使っているところです。食事の時に敷くランチョンマットを収納したり、カトラリーや調味料などをまとめておいてもすぐに用意ができて便利です。こちらは玄関に置いておきたい小物を収納しているところです。エコバッグやポケットティッシュ、折りたたみ傘や帽子などをまとめておくと出かけるときに便利です。こちらは朝食セットをまとめているところです。バナナやパン、蜂蜜などの朝食に使うものをひとまとめにしています。カゴにまとめるとキッチンカウンターに置いてあってもおしゃれに見えますね。続いてはこちらも定番収納アイテムのスクープです。一番人気なのはこちらのボックスタイプ。こちらは衣装ケースタイプです。他にも奥行きが深いボックスタイプや衣装ケースの大きいサイズ、シューズボックスやクローゼットに吊り下げるタイプなど様々なラインナップがあります。カラーもホワイトの他にダークグレーもあります。表面は水をはじくツルツルした素材で、持ち手があって引き出しやすいのも便利です。また使わないときはコンパクトに畳んでおくこともできます。こちらはクローゼット上段の収納に使っているところです。使用頻度の低いバッグなどをまとめておきたいときに便利です。続いては食器棚の上で使っているところです。かさばるストック品もたっぷり収納できます。奥行きの深い棚の収納にも活躍します。手前によく使うバスマット、奥に使用頻度の低いレジャーシートを収納しています。こちらは季節外の掛け布団を収納しているところです。クローゼットの隙間などに立てておけば押し入れのないお宅でも布団が収納できます。こちらはオフシーズン服を収納しているところです。蓋でほこりよけができるのでベッドやソファー下のスペースも活用できます。続いてはチョーグという紙製収納ボックスです。サイズは浅めタイプと高さのあるサイズ、さらにもう一回り大きいサイズやファイルボックスタイプも出ています。カラーはダークグレーの他にダークベージュもあります。組み立て方は大きいサイズの方はこんな風に2枚のパーツを十字に重ねて、付属のネジとナットを使ってこんな風にボックスの穴を留めるようになっています。ちなみに小さい方のボックスは1枚仕立てになっていました。このボックスのポイントはこちらのおしゃれなインデックス用のパーツ。ボックスに開いている切り込みに差し込んで裏側を折り返して取り付けます。説明書の一部を切り抜くとインデックスに差し込むラベル代わりになります。こちらは浅い方のボックスに本を収納しているところです。ビジネス書サイズの本はもちろんですが、収納本などに多い一回り大きめのサイズの本もぴったり収納できました。こちらは大きい方のボックスにおもちゃを収納したところです。かさばるサイズのおもちゃもたっぷり入ります。続いては浅いタイプのボックスに食材を収納しているところです。レトルトのカレーなどもぴったり立てることができ、長さのある麺類もすっぽり収まりました。こちらはアルバムや思い出品を収納したところです。大きい方のボックスは収納量たっぷりなので、かさばるアルバムなども収納できました。続いてはストゥークという収納ボックスのシリーズです。サイズは浅いタイプや深いタイプの仕切りボックス、衣装ケースタイプのボックスがあり、他にもボックスタイプだけでもいろいろなサイズが出ていて、ウォールポケットタイプなどもあります。グラフチェックのデザインがおしゃれなこちらのボックス、使わないときはこんな風にコンパクトに畳めます。側面に入れるパーツにも先端にちゃんとグラフチェックの生地がついていて、パーツを入れて組み立てた後にも先端が安っぽく見えないように工夫されています。他にも側面にラベルが入れられるポケットがあったり、
衣装ケースタイプは側面にちゃんと持ち手がついていたり、通気性を確保するためのメッシュの通気口があったりと、細かい点にまで工夫が行き届いています。こちらは浅いタイプの仕切りボックスに子供服を収納したところです。浅めのボックスなので子供にも取り出しやすいのが便利です。無印良品の幅58センチのタイプのシェルフにちょうどぴったり収まる大きさでした。続いては深いタイプの仕切りボックスに大人用のよく着る洋服を収納したところです。よく着るトップスやボトムスはボックス収納だとワンアクションで取り出せて便利です。衣装ケースの上のスペースなどに出しやすく収納したい時に活躍します。こちらは衣装ケースタイプに毛布を収納したところです。シングルサイズの毛布が2枚ほど収納できました。蓋のファスナーを閉めて立てて収納したい時にも便利です。そして最後はこちらのディムパという収納ケースです。肩にかけて持ち運ぶこともできるこちらのケース、ビニール製なのでアウトドア用品などの収納にも使えます。こちらはスキー用品の収納に使っているところです。袋ごと持ち出すこともできるのが重宝します。こちらはかさばるぬいぐるみの収納に使っているところです。収納棚の上段などにほこりを消しながら収納できます。そしてディムパも季節外の布団収納に活用できます。スクップよりもコストを下げて収納したい方はディムパもおすすめです。いかがでしたか？ IKEA はインテリアだけではなくて収納アイテムも便利なものがたくさんありますね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。